皆さんこんにちは、角岡のりこうです。本日のテーマはこちら、松の王様大王賞を使った華やかなお正月花ということで、早速いけていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、松の王様大王賞が手に入りまして、このチャンネルでご紹介するのは初めてになりますね。漢字で書くとこのように表記しまして、今私は大王賞と呼んでるんですけど、または大王松とも呼ばれます。で、なんでこれが松の王様かっていうと、今日いけるこの部分は本当に一端でして、松の種類の中ではかなり大きく成長するんですね。そうやって世界中においてもトップクラスで成長するので、そこが松の王様と呼ばれるゆえんになっています。また他の松と比べてこの葉っぱ、針葉一本一本がとっても長いので、英名ではここからロングリーフパインなんて呼ばれていますね。こちらを使ってちょっと華やかなお正月花生けていこうかなと思ったんですけど、せっかくならなかなか手に入らない珍しい松ですし、皆さんにもこうやって楽しんでいただければなと思って急遽撮影をしています。普段ですと毎年このチャンネルというのは少ない本数でとか、スーパーで1袋で売られてるお花でとか、あと100均のちょっとした小物ですね。そういったアイテムを使って皆さんでも簡単にチャレンジできるような、そんなお花をご紹介していまして、この動画から見始めたよという方は再生リストのお正月花の中に過去にご紹介したいろんなお正月花のパターンまとめてありますので、ぜひね他の動画も参考にしていただければなと。またチャンネル登録がまだお済みでない方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。こちらは普段この動画でもしょっちゅう登場している若松という松でして、正式な種類としては黒松に分類されるんですけど、この若松の葉っぱはですね、一つの生え際っていうんですかね、根元の部分から葉っぱの部分がこうやって2本に枝分かれしていまして、今日いけるこちらの大王賞は一つの生え際からこんな感じで葉っぱ3本生えてるのが特徴になりますね。ちょうどお化けの九太郎みたいな。で、これは小学校の理科で習ったかと思うんですけど、いわゆる桜とか葉っぱが平べったいものは広葉樹なんて呼ばれていまして、それに対してこういった葉っぱの細い植物は針葉樹なんて呼ばれています。ですのでこうやって葉が2本に分かれているものは二針葉とか二本葉、そして3本に分かれている大王賞は三針葉とか三本葉、そんな風に呼ばれていますね。あとこの一つの生え際から葉っぱが5本出ている松もありまして、この流れでいくといわゆる五針葉とか五本葉なんて呼ばれている松にあたるんですけど、そんな特徴からその松の名前は五葉松なんて呼ばれています。でも今の若松の葉っぱとこう比べてみると、随分とねこの大王賞の葉っぱが長いのが見て取れますよね。今日はそんな松の王様を生けていきたいと思います。で、今日使う器はこちらシンプルな陶器のお皿。このチャンネルではちょくちょく登場するんですけど、うちの家元が作ったオリベ焼きという緑色の釉薬がかかったそんなおしゃれな器を使っていこうかなと。で、今日はお皿なので普通にシンプルにこちら剣山に刺していけていきます。自分でも思うんですけど、毎年本当にいろんなお正月花ご紹介してるんですけど、よくもネタが尽きないものですね。植物一本一本の特徴というのはやはり違いますからね。私も生けてて毎年とっても楽しいです。そしたらまずはとっても立派な苔梅が1本手に入ったので、こちらを生けていく。で、この苔梅がですね、実は超高級品でして硬い。よいしょ。 OK。 以前にとっても華やかなお正月花としてこんな動画をアップしたんですね。で、その時にこの苔梅が初登場しまして詳しくご紹介してるんですけど、ぜひねこの動画もまだご視聴いただいてない方は、とっても華やかな紅白のお正月花に行き上がってるのでお楽しみいただければなと思うんですけど、硬いですね。根元の部分太いからな。よし。で、なんで高級かっていうのを改めてお話ししておくと、この枝の部分にカビみたいなものがたくさん生えてますよね。これ名前の由来にもなってるので皆さんも察したかと思うんですけど、苔にあたりまして、植物に苔がつくというのはそれだけその植物が老木といいますか、すごく古い枝にあたるんですね。そんなところからこの苔というのは一朝一夕ではつかないので、それだけ価値が上がってくるんです。知らない人から見ると枝になんかカビみたいなものがたくさんついててあまり綺麗じゃないんですけど、今お話ししたところからこの苔がついてるとすごく時間の経過というか、味わいをものすごく感じるので、こういうお正月のようなめでたい時とかに生け花ではとっても重宝されるんです。ということでこれを3本生けていくんですけど、今日はこれ普通に剣山に刺すのではなく、器にこんな感じで立てかけていこうかな。立てかけるというか寝かすというか、こんな感じで3本を組み合わせていく。こ
これ一番いい枝なのでちょっとかっこよく使いたいですね。とりあえずこんな感じかな。また生けてると動いてきちゃうかもしれないんでね。でこういった口の広いお皿、水盤なんて呼ばれるんですけど、水盤に生けるときは水も一つの見どころになってくるので、あえて今剣山をこちら側に寄せてるんですね。で寄せたこちら側に花を生けていくことで、ここの枯れ枝の隙間からこういう水が見えるのがまた一つオツというか風情、趣なんかを感じる、そんなお花にすることができるんじゃないかなと、そんなところも意識して今苔梅を生けてみました。そしたら続いて本日の主役、こちら大王賞を生けていく。で私はこの花材何度か生けたことがあるんですけど、結構大ぶりというか、大きな作品にこれがふわっと入ってるととっても華やかになるんですけど、こういう商品花の場合すごく大味になっちゃうんですよね。また他の花材と合わせるのが難しくて、例えば今日ですとこちらダリアも後ほど生けていくんですけど、大王賞がポーンと入ってダリアがポーンと入ってもなかなか調和してくれないというか、完全にここできっぱりとダリア、大王賞って分かれちゃってますよね。なのでどういう花材を選ぶかというのも難しいポイントになってきます。そのところも後ほどご紹介できればなと。まずは先ほどお話したようにこっち側に寄るように生けていこうかな。でこれは水揚げを良くするために下の部分を半分に事前に割っておく。そしたら1本目はこちら側にふわっと生けていきましょうか。よいしょ OK。 でも華やかですね。やっぱ大王賞1本入ると。さすが松の王様や。さすが松の王様や。そしたら2本目はちょっと手前に立体感つくようにふわっと生けていこうかな。こちらもしっかりと割っておいて、で最初に生けた苔梅の枝と枝の隙間にスススッと生けていく。とりあえずこんな感じかな。これでいかがでしょうかね。なんか枯れ木の中から松がふわっと華やかに咲いてるような、今のところそんなお花になってますね。そしたら続いてこちらのオンシジウムを生けていく。これはこのチャンネルではちょくちょく登場してるんですけど、綺麗なランですよね。こんな感じでクラゲのような小ぶりのお花をパラパラっとつける、そんなお花になるんですけど、先ほどのお話で言うとここがポイントになりまして、さっき見てもらったこういったダリアとか一輪がすごく華やかでポーンとつくような、そんなお花はですね、やはりこういう同じ強さを持った大王賞とちょっと喧嘩してしまうんですけど、その前に接続、つなぎですね。こういった小花を散らしてあげると華やかかつ全体的にふわふわっと綺麗に混ぜ込むことができます。特に私好んで結構この大王賞とオンシジウム合わせるんですけど、この松のふわっとした広がりとオンシジウムのふわっとした広がりが同じような感じで調和してくれるんですよね。ということでこんな感じで中心からふわっと広がるようにオンシジウムを生けていきます。全体的にパラパラ混ぜるより1箇所に黄色がガツンと固まった方が逆にメリハリがつくかな。3本目。ちょっと手前にも生けていきましょうか。いい感じ。いかがですかね。なんか一気にふわっと華やかな雰囲気になってきたんじゃないかな。こちら側に入れるとなんか全体的にパラパラっと、これでもありだな。全体的にパラパラっとしてきて散漫な感じになっちゃうかなと思ったんですけど、これない方がある意味メリハリはつくんですけど、でもこちら側にも中心部分ふわっと黄色いの入ってると華やかですね。これも入れていこうかな。ちょっと控えめにね、軽くいけていく。 OK。 これでだいぶ華やかになったので、ここでポイントとなるダリアを少し入れていこうかなと。2輪ぐらいでいいのかな。ちょっと様子見ながらですね、こちらのダリアを生けていく。綺麗なダリアですね。これも日だまりのような、外側は白と赤で紅白のようなイメージなんですけど、真ん中がオレンジのグラデーションの入ったとっても温かい雰囲気のあるダリアだなと、こういう新年を迎えるお花に合ってくるかなと思って選んでみました。まずはこの辺りかな。やっぱ一輪がかなり大きいので、あんまり主張しないような感じで生けていければなと思ってるんですけど、とはいえ難しいですね。なんか例えばスプレーマムとか小花系の方が良かったのかな。これはこれで華やかでありですよね。そし
したら少し奥行きに1本。この辺りは雰囲気なのでバランス見てなんですけど、ちょっと1本目より高い位置に生けてみました。そしたらもう1本も入るかな。最後はさらに高めで生けていきます。で、普段の自然っぽいお花ですと、こういう松とか主役になるものを高く生けて、脇役となる花とかは低く抑えるとバランスよく入りますよという話をしてるんですけど、もうこういう自然とかではなく造形的な、うちでは現代花なんて呼んで指導してるんですけど、そういったお花ですとそういう決まりはないので、バランスを見て、あまりねこれが高すぎるとおかしいですし、低すぎたらちょっと窮屈に見えてしまうので、そんなところも意識してあげるといいんじゃないかなと。あとこのダリアなんですけど、今こうやって生けてしまうと花の面というのが正面にペタッと見えてしまいますし、これが後ろすぎるとちょっとそっぽを向いてしまうので、気持ちこう傾けて味わいが出ればなと思って生けてるんですけど、こんな感じかな。もしかしたらこの後正面で見て撮影するときにちょっとダリア下げるかもしれないですけど、でこれで完成でもいいんですけど、毎年恒例のこちら水引きを最後生けていこうかなと。でこれは事前にセロハンテープでここ留めてあるんですけど、皆さんこの姿見て何か思いませんか？とっても綺麗ではなくて、この一箇所から細い水引きがふわっと広がってる姿が今日生けたこの大王将にそっくりじゃないですか。ですのでこれを金の大王将に見立てて、これと同じように中心からふわっと広がるように生けていきたいと思います。でちょっと短すぎるのでここだと隠れちゃうなというところで、少しかさを増していきましょうか。で水引きというのは水に浸かってなくても全然大丈夫なので、今日はこちら竹串ですね。これをこの水引きのテープで留めた部分に刺してあげて、でそうするとこんな感じになるので、この竹串を剣山にブサッと刺せばちょっとかさを増すことができます。ただこの部分が見えてるとおかしいので、なるべくこの中心に生けたお花に隠れるように生けていく。でこの辺に入れてしまうと全体的にこうバサーっとしてしまうので、やはりここの空間はメリハリをつけるために開けたいなというところで、最初に生けたこの2本の大王将の中に、金の葉っぱがふわっと広がっているような、そんなイメージで生けていきましょうか。こんな感じでいかがかな。綺麗でめっちゃ自画自賛ですけど、ぜひね皆さんも今日の花綺麗だなと思ったらコメントいただけますと小躍りしちゃいます。ということでこれで珍しい松大王将を使った華やかなお正月花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。